はい、こんにちは。今日は IK マルチメディアから発売された最新ギア TONEX1 を紹介します。で、このコンパクトな、まさに手のひらサイズのボディに IK マルチメディアの AI マシンモデリング技術を駆使したアンプやペダルのリアルのサウンドを詰め込んで、家弾きからレコーディング、リハーサルスタジオ、ライブまで幅広く活用できる、もうまさに小さな優れものです。この動画ではアンプからキャビネットまでモデリングしたもの、それからこういったディストーションペダルをモデリングしたもので、もう一つ変わったところでこのワウペダルですね。ワウペダルをこう途中で止めた、いわゆるそのハンド目の音をモデリングして、この TONEX1 にインストールしました。で、セッティングとしては、いわゆる DTM 用途で使うラインの音、そしてアンプのインプットに挿してスピーカーから出す音で、もう一つアンプのパワーアンプイン、いわゆるリターン差しですねに挿して、スピーカーから出た音を使って実際に音を出していきます。では早速音の方を見ていきましょう。はい、では早速音の方を聞いてみましょう。まずはアンプヘッドおよびキャビネットまで含んだモデリングの音をライン出力してみます。はい、この小型のペダルからアンプそのものの音が出ちゃうっていうのはすごいですね。やっぱね、やばいですね。いいんですかね、これね。で、あとここでね、以前実機のアンプと比較した様子をライブ配信した時の動画があるので、そちらちょっとご覧ください。やっぱ今聞いてもほぼ同じ音と言っても過言ではないですよね。実際にこれ自分のアンプを自分のキャビネットで鳴らしてモデリングしたんですけども、これね、実際にこう弾き比べてもね、正直違いはね、あんまり分かんなかったですっていうぐらいのクオリティだと思います。はい、じゃあ次にディストーションペダルを AI マシンモデリングして、実際のアンプのインプットに挿してスピーカーで鳴らしてみます。で、ここでは実機とモデリングの音を比較してみます。結構そっくりになりましたね。で、シンプルに、ディストーションペダルとして使うこともできます。このクオリティの音を本体に20個内蔵できます。さらに、TONEX のソフトウェアと連携して、膨大な数のモデルから厳選して、ここにインストールして、簡単に持ち歩くことができます。では次に、アンプのリダーン端子に接続するデモです。
いわゆるこのリターン雑誌に興味を持たれる方もいらっしゃると思いますので、ここで聞いてみてください。ここでは TONIX1 のスピーカーシミュレートはバイパスしています。はい。お聞きいただいた通り、リターン雑誌、特に問題なく使えます。ただし、このモデリングしたアンプと、実際にリターン端子を使うアンプとの相性っていうのはやっぱあると思います。どういうことかというと、リターン端子、いわゆるパワーアンプ以降でも、ギターアンプってやっぱりそれぞれ個性、癖があるので、そこは良い組み合わせを見つければ良いのかなと思います。ちなみに今聞いてもらったアンプのモデルはカスタムオーディオアンプリファイヤーの3プラスっていうプリアンプをモデリングしたものを使いました。次は TONIX1 をブースターとして使ってこの TONIX ペダルをプリアンプとして活用するデモです。同じくアンプのリターン端子に入れています。で TONIX1 にはいわゆる TS っぽいものとか、ボスのオーバードライブみたいなものとかっていうのももちろん入れられるんですけども、ここではこのワウペダルをこうハンドめしたっていう状態をモデリングしてここに入れています。でこれでちょっとやってみます。これなかなか面白いです。はい。これなかなか面白いですよね。こう癖のあるミッドブースト、もういい感じですよね。で、これはやっぱりイコライザーもモデリングできる TONIX ならではのユニークな使い方です。ぜひ皆さんもいろんなアイデアで使ってみてください。ここまでで TONIX1 の素晴らしいサウンドを聞いていただきました。ちなみに、僕が運営するギターサウンドラボではこのような最新音楽ギアを使った便利な使い方や独占コンテンツを提供しています。メンバーシップからぜひチェックしてみてください。はい、ここまで見ていただいて TONIX1 のモデリングされた音は非常にリアルで、本物のアンプやペダルと、聞き分けがつかないほどですよね。でこの小ささにそれを保存して持ち歩けるっていうのは本当にすごいことですね。ただしキャプチャー系モデリングものはおおむねそうなんですけども、つまみを回した時の音の変わり方まで実機と全く同じわけではないです。モデリングした後の TONIX でのトーンの回路の個性は出てきます。ただこれソフトもそうなんですけども、イコライザーにね癖がなく素直に聴いてくれるので、むしろ扱いやすいのかなっていうふうに個人的には思っています。さらに詳しい仕様等は犬代理店フックアップのウェブサイトをご覧ください。はい、というわけで今回は IK マルチメディアの TONIX1 のレビューをお届けしました。このゲームチェンジャーっていう言葉を個人的にあまり簡単に使いたくないんですけど、これアンプモデラーのゲームチェンジャーといっても過言ではないと思います。特に近年この AI テクノロジーの発達のすごいスピードですけども、有意義に共存していければ良いのかなと個人的には思っています。皆さんの感想もコメントでぜひ教えてください。これからもこのチャンネルではこういった新しい機材のレビューやギターサウンドメイクのアイデアをたくさんお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。